本日はシビット AI を探索して面白そうなあんなローラやこんなローラを見つけてきたので、その中からさらに厳選して皆様にご紹介したいと思います。今回紹介するローラは概要欄に URL を記載しているので、気に入ったらお試しくださいね。それからちょっと一般公開では際どいと思われるローラは限定動画の方でご紹介しますので、ご興味のある方はメンバーシップの方もご覧くださいね。では最初にご紹介するローラはこちらの例の壁となります。例の壁って何ですか？例の壁とは東京秋葉原の有名量販店にある壁となります。つまりこのローラは東京秋葉原の有名量販店にある壁をもしかすると描けるかもしれないローラです。この量販店はグラビアアイドルなどを招いたストアイベントを頻繁に開催しており、日本の男性の間では例の壁で通じるほど有名な背景となっているということです。って書いてありますね。確かにどこかで見たことあるような壁ですよ。 SD モデルと SDXL モデルがあるようですが、今回は SD 用のモデルを使用していきますね。では普通の可愛い女の子を例の壁に召喚していきましょう。撮影会っていうかお披露目みたいな雰囲気ですね。この壁の前に立ってからが勝負なのだよ、キャロッチくん。そうなんですね。登竜門的なあれなんですね。じゃあ次はアルベドさんを呼んできます。オーバーロードのキャラクターですね。プロンプトはあまりごちゃごちゃさせない方が後ろの字がちゃんと再現されるような気がします。気のせいかもですが、でもしっかり再現されない方が紹介する側からするとね。では次はペストーニャさんを召喚しましょう。この人本当は犬ですよね。獣は危険なんで人間バージョンでの参戦となりますよ。あいや、この B 級感のある衣装はバチクソレイの壁にマッチするような気がします。さらに実写寄りにするとこの衣装はとてもエチチになりますね。すんばらしいですね。あ、イビルアイさんも来てました。じゃあ最後はアインズ様で締めましょう。続いて紹介するローラはこちらのピッチブラックシャドウという髪の毛にかっこいい影を加えることのできるローラです。推奨ウエイトは 0.8 から 1.6 で明るめの髪色に適用するのがおすすめとのことですね。ではウエイト別に適用させた時の変化の具合を見てみましょう。髪の毛に漆黒の影がだんだんと加わっていっているのがわかりますね。ちなみに適用なしだとこうですね。とりあえず 1.2 あたりで生成してみますね。まずはイビルアイさんから言ってみましょう。髪の毛に影が加わっているのでコントラストが強くなりますかね。言われないと多分わかんないかもですね。ローラありなしで見比べるとやっぱり全然違いますが、今回使用したこのモデルの絵柄とも結構相性がいいように感じます。じゃあ次はアルベドさんにも適用してみましょう。アルベドさんは黒っぽい髪色なのでどのようになりますかね。まずはローラのありなしで見てみましょう。暗い髪色は分かりづらいですね。でも適用されている画像は引き締まっている印象を受けます。それと同時にアルベドさんがバチクソかっこいいですね。個人的に大好きなキャラなのでちょっと垂れ流ししますよ。じゃあ髪色が明るいキャラで生成もしてみましょう。金髪キャラのラキウスさんで言ってみましょう。髪色が明るいと髪に差し込んだ影がよくわかりますね。この辺は完全に好みの問題ですね。暗
ラット2みたいなディテールを追加したりするローラとも相性がいいかもですね。続いて紹介するローラはこちらのフラワーアイパッチというお花の眼帯を生成するローラです。アイパッチ、眼帯というとなんだかいかついイメージというかちょっと悪っぽいような感じがしますが、スポポポポンとお花を咲かせてみんなをハッピーにしてくれる、そんなローラです。まずはアインズ様をスポポポポンしてみましょう。アインズ様は至高の御方なのでこのようなスポポポポンはなかなか効かないみたいです。おお、じゃあ次シャルティアさんを召喚しましょう。シャルティアさんは小さくて可愛いからお花のアイパッチがよくお似合いです。ひー、そういえば本当はこんな怖い顔もできるんでしたね。クレマンティーヌさんも呼んじゃいましょう。クレマンティーヌさんは中ボス的な扱いだけど実は人間側のキャラでは最上級の強さを誇っている強キャラなのですよ。そんな彼女にもスポポポポンとお花を咲かせてもらいましょう。よし、じゃあ次のスポポポポンはルクスレギナさんで決まりです。もうスポポポポンって言いたいだけだよね。ルクスレギナさんも綺麗なお花を咲かせてとってもお似合いですね。なんか幻想的なの出ました。アルベドさんで締めましょうか。今回はちょっと明るめの画像ですね。聖なるアルベドさんです。やはりアルベドさんはダークな雰囲気の方がいいですかね。次に紹介するローラはこちらのバービーコアというバービー風の画像を生成できるローラです。要はピンクを基調とした画像が生成されやすくなるみたいです。推奨ウエイトは 0.4 から 1.3 となるようですね。ではいろいろなキャラたちにウエイト別継承を手伝ってもらいましょう。こう見ると髪色も明るめに持っていかれるようですね。イビルアイさんのこの画像が分かりやすそうです。だんだんとファンシーな雰囲気になっていきますね。マーレさんはどうでしょう。控えめですがピンクの世界観が混ざっていきますね。キャラローラを非適用でも生成してみましょう。こう見るとウエイトは高めに持っていった方が良さそうですね。ではウエイトを 1.3 でペストーニャショートケーキワンコさんを召喚してみましょう。おもちゃの国っぽい感じが出ててとてもいい仕上がりじゃないでしょうか。あくまでピンク基調の画像を生成するだけなのでプロンプトでいろいろと指定する必要はありますが、ランドスケープ等の背景系プロンプトを入れると背景におもちゃとか出てきました。チェスとかビリヤードとか指定していないけど構図として出てきましたね。推奨プロンプトが作者ページに記載されているのでお好みでご使用してみてくださいね。推奨プロンプトを全部盛りで生成するとこのようにかなりピンクワールドが展開される傾向になるようです。続いて紹介するローラはこちらのポカポカあったか掛け布団ローラです。今年の冬はあったかいのかなと思いきややっぱり寒くなってきましたからね。布団から出られませんね。そんな心境を再現してくれる至高の一品となります。このローラを適用すると掛け布団をかけている画像が出やすくなります。ただ服装などを指定していると干渉し合ってなかなかうまくいかないかもしれないので、なかなかうまくいかないときは首から下に関するプロンプトなどは削除して調整してみてください。じゃあまずはおやすみラキウスさんでいきましょうか。作者様によると睡眠中のイラストを生成すると掛け布団が描かれないことがよくあります。
寒い夜が続くこの季節にお布団がないと可愛いうちの子が風邪をひいてしまいます。良い睡眠を得られるように布団をかぶって暖かく寝られるローラを試作してみましたとのことです。ラキウスさんと一緒にあったかそうな羽毛布団的なものが生成されていますね。きっと魔剣キリネイラムと一緒に中二病の夢を見ているのでしょう。次はナーベさんとおやすみなさいしてみましょう。普段は鋭い眼差しのナーベラルガンマさんも眠るときは幸せそうな顔をしているようですね。ペストーネさんもおやすみなさい。キャラローラを使用する場合は顔で区別できるキャラクターじゃないとなんだかよくわからないことになりそうですね。クレマンティーヌさんもおやすみなさい。使い方次第で至高の一品となる画像を生成できそうなそんな可能性を感じる素敵なローラでした。次のローラはかっこいいですよ。ペルソナ5クランチャーという生成画像がペルソナ風の壁紙みたいになっちゃうローラです。推奨ウエイトは 0.8 から1となりアフターディテイラーとの併用をした方が良い結果が得られるようです。個人的には横長の画像で生成することをお勧めします。なので16対9のアスペクト比で生成していきましょう。まずはアルベドさんから。マスク姿がとってもいい雰囲気を醸し出していてベリーグッドです。この表情なんてアルベドさんっぽくて素敵ですね。トリガーワードにマスクが入っているのですがマスクなしがいい場合は取っちゃいましょう。イビルアイさんの場合は元々のキャラローラのトリガーワードにマスクが入っていたりしますのでそちらも忘れずに。イビルアイさんの真っ赤なマントが絵柄とマッチしていてバチクソ映えますね。こちらは5部族の一つであるレッドアイ族長代理リザードマンの司祭クルシュルールーさんですね。ならばこちらは究極の紳士セバス様を呼んじゃいますよ。ダンディーなおじさまキャラが画風に合いますね。じゃあこちらはブレイン・アングラウス様で対抗しましょう。おお、スライムくん今日は飲むぞ。ラナー様はどうでしょう。こちらのラナー様は小悪魔バージョンですね。人間の域を超えた天品の頭脳を持つ彼女はその地望により魔導国に早くから取り入りクライム君を自分のものにするために全てを裏切り続けていきます。じゃあ次は戦闘メイドフレアですからユリアルファさんペストーネさんナーベさんルクスレギナさんを呼んでみましょう。ちなみにオーバーロードにおけるこのメイドさんたちはもともとゲーム内ではレベル46から63という設定となっていて決して強いとは言えないレベルですが転移後の世界ではレベル30を超えるものがほとんど存在していないことから
アニメでは比類なき強さで表現されています。作者曰く、現地の英雄逸脱者でなんとか倒せるかもしれないラスボスと設定されていると語っているそうです。続いて紹介するローラはこちらの女の子が胸に手を当てて変身するようにハートの形を作るシーンを再現できるローラ、グローイングハートハンズです。推奨ウェイトは 0.5 ということですが、生成する画像によっては色合いが潰れてしまう傾向にあるので、今回はアニメ系モデルではウェイト 0.35 あたりで生成してみました。実写系は 0.5 です。オーバーロードの皆さんのハートテストをお楽しみくださいね。今回の動画ではここまでアニメ系モデルを中心に生成してきましたが、そろそろ実写系のモデルでの生成画像も混ぜていきましょうね。基本的にはこのように胸の前に手でハートを作ってくれるのですが、たまにおへそあたりでハートを作ったり、胸にハートが現れたり、ハートをわしづかみにしたりします。わしづかみだっていろいろなパターンが出てくると思うので、無限ガチャ感覚で楽しみましょう。これはハートがペンダントなパターンですね。わお胸にハートの文様が浮かび上がっていますね。これは何かのお告げかもしれません。あとはこのパターンもよく出ましたよ。ハートの三連撃です。これは周りにもハートが出てきてますね。おやおや、どこを指さしているんですかね。テストーネさんの実写系はちょっと服を全然着てくれなかったのでお蔵入りですよ。ちょっとなのか全然なのか、どっちなんだい？キャラローラ使っているとたまに全然服着てくれなくなる時あるよな。このマーク何のマークかわかる？なんつって。次のローラはこちらの X 線写真風の画像を生成できる X-ray というローラとなります。体の前にモニターのようなものが描画され、その後ろにある死体がスケルトンになるようです。このモニターがないバージョンも生成されたりしますね。使用時の推奨ウェイトは 0.8 から1となり、1での使用がいいと書いてあります。今回はウェイト1での生成となります。むむむ、この画像は一部分だけ骨じゃなくて洋服になってますね。たまにこんな感じの画像も出たりするようですが、狙って出すのは難しそうですね。服装がスケルトン柄っぽくなるバージョンとスケルトンのタトゥーが入るバージョン、あとはその部分だけ骨になっちゃうバージョンが確認できます。実写系モデルへの適用だと結構面白い画像が出てきますよ。ただここでは紹介しづらい画像が多くなるので、その辺は割愛しますね。ご自身でお試しください。次に紹介するローラはパーティクルスタイルというローラです。適用するとこのような感じのキラキラしたエフェクトが描画される SDXL 用のモデルとなります。
このような感じの画像を生成できるようですね。キラキラ輝くパーティクルから水を使ったパーティクル、ほんのり隠し味的なパーティクル、使い方によって様々なエフェクトをかけることができます。ではこのキャラをベースにローラを適用してみましょう。背景がうざったいほどのバチクソキラキラした画像になります。黒髪に変更してみましょう。こっちの方が色合いが対照的で見やすいかもしれません。夢の国のような画像を生成する時のお供にどうぞ。では最後に紹介するローラはこちらのピンクメカガールという、ピンクを基調としたメカガールにされてしまうというローラになります。推奨ウェイト等の記載はないのですが、ウェイト別での生成結果を見るに 0.8 から1あたりがいいのではないでしょうか。しかし1を超えてくると独特な崩れ方をする傾向にあるようなので、この辺の絵柄が好みの場合は高めでもいいと思います。では最後にオーバーロードのキャラたちにメカガールを混ぜ混ぜしちゃいましょう。このローラを混ぜ混ぜするとなんかちょっとバチクソいい感じの画像が出てくるんですよね。今回はここにもう一つの隠し味を加えて生成してみました。こちらの動画でご紹介しているアートスタイル系のプロンプトとアニメ系モデルは相性がバチクソ良い傾向にあると思うので、ハマると抜群の破壊力を発揮するのでおすすめです。今回の動画ではシャルティアさんのクオリティを高められなかったのですが、このローラを適用するとなんというかごまかせてます。こんな感じの絵柄が好きな人にはドハマりするローラだと思いますので、よかったらお試しください。今回紹介したペルソナクランチャーとも相性が良さそうなので混ぜ混ぜしてみましょう。おー、結構いい感じの画像が生成されますね。ペルソナローラはウェイト低めでの調整となります。相性良さそうなのでバービーのローラもちょこっと混ぜてみましょう。バチクソピンクに持っていかれました。いろいろなローラを組み合わせてみるとなんだかすごい画像が出てきたりするのでおすすめです。というわけで今回も素敵なローラの数々をご紹介させていただきました。何か気に入ったローラがあったらぜひご自身でお試しくださいね。それでは今日はこの辺で、高評価、チャンネル登録もお願いいたします。雪だるま